こんにちは、みどりです。今回はこちらの手のひらサイズの小さめの巾着を作っていきたいと思います。こんな感じで袋状になっていますね。上の紐を引っ張ってもらって、こんな感じの仕上がりとなります。で、通常袋を編むときはですね、下に長い楕円を編んで、そこから立ち上げてこう編んでいくんですけども、こちらはその楕円に編まないで、もっと簡単に初心者さんでもすぐ袋状にできる編み方となっていますので、ぜひ一緒に作ってみてください。で、使用する糸はこちらのきらめきコットンというものとなります。こちらセリアさんで購入しました。で、この黄緑色の糸はカラーナンバー7。で、今回一緒に作っていくときに使用する水色の糸はカラーナンバー2となります。で、使用するかぎ針は5号ですね。こちら。5号針を使用して作っていきたいと思います。では、早速手元の方でやっていきます。では、編んでいきたいと思います。まず、鎖編みを17目編んでください。針を奥から手前にくるっと1回転させます。で、この重なっている部分を持ってもらって、針に糸を引っ掛けて引き抜く。で、これで一旦キュッと縛ってください。で、そうしましたら、ここから鎖編みを17目編みます。1、2、3、4。で、この時に緩めに編んどいてください。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17編みました。そうしましたら次にこの編んだものを裏に返してもらうとポコポコと後ろにこの裏山がありますね。それの2番目に針を入れてください。これですとここの一番手前に1個ありますね。この2番目2番目に針を入れてください。で、糸を引っ掛けて引き出す。もう一度引っ掛けて引き出す。で、これで細編み1目が編めました。で、この細編みを残りのこの裏山に一つ一つ編んでってください。で、最後まで細編みを編んでいきます。で、これで1段目ができました。で、次から袋状にしていくんですけども、次からこの長編みで編んでいきます。1段目、今ここを編みました。で、次から袋状にして長編みで編んでいくので、立ち上がりは3目鎖編みを編んでください。1、2、3。で、3目鎖編みを編みましたら、ひっくり返してもらって、次から袋状にしていきます。で、次に針を入れる場所なんですけども、今、立ち上がり鎖編み3目編みましたね。で、長編みの場合はこれを1目と数えるので、次に針を入れる場所は、この鎖編みの2目目になります。で、針を入れる場所、いつもはこの鎖編みの頭、ここ2本針を通すように、針の上に糸が2本くるように刺しますね。で、今回はそうではなくて、片側1つだけ針を入れます。
で長編みを編んでいきますね。糸を引っ掛けて針を入れる。で針を入れるところが2つではなくて片一方だけで編んでいきます。でここは普通に長編みですね。2本ずつ糸を引っ掛けて引き抜く。次も糸を引っ掛けて片側は鎖編みのこの片側だけに針を入れて長編みを編む。でこれを最後まで編んでってください。で最後まで来ました。よいしょ。で次にそのままひっくり返してもらって、今鎖編みの片方半目で長編みを編んできました。でひっくり返した時にこのよいしょ上にここになみなみの鎖編みの半目の残りがありますね。で次にここに長編みを編み入れていきます。よいしょ。なんで糸を引っ掛けて最初の1目目だけはちょっと針が入れづらいかもしれません。これを下から針を入れてよいしょ。針が入りました。で糸を引っ掛けて引き抜く。で2本ずつよいしょ。これで長編みが1目編めました。で同じように糸を引っ掛けて針を下から入れて糸を引き抜く。で2本ずつ糸を引き出す。もう一度糸を引っ掛けて針を下から入れる。糸を引っ掛け2本ずつ引き抜く。これで最後まで編んでってください。よいしょ。最後まで来ました。よいしょ。最後もこの鎖編みの上の半目ですね。よいしょ。糸を引っ掛けてよいしょ。これで一周ぐるっと編めました。これでもうすでに袋状になってますね。で最後この最初に編んだ立ち上がりの鎖編み3目の3目目に針を引き抜き編みしていきます。で下から123つ目の鎖編み、ここですね。でここに針を入れてよいしょ、引き抜き編みをしてください。これで完全に袋状になりました。でそうしましたらあとは何段でも自分のお好みのサイズで長編みを繰り返していきます。で最初は立ち上がりの鎖3目123目鎖編みを編みましたらひっくり返して糸を引っ掛けて、次はこの鎖編みのところ上のね長編みを編んだ上よいしょ、ここに針を普通に2つ糸が上にかかってますね。この状態で編んでいきます。普
通の長編みですね。1段目だけが半目だけを入れる針に、それで2つに分かれさせたんですね、袋状にするために。で次からは普通の長編みを編んでってください。こんな感じでね。でここもぐるっと一周編んで、最後まで来たら先ほどと同じようにこの立ち上がりの3目めに引き抜き編みをしてください。でこんな感じでずっと編んでいくとこんな感じになるので、私はじゃあ123456789段これと同じ大きさになるように編んでいきます。ちょっと途中まで編んだんですけど、このカーブのところも一緒に編んどこうかなと思います。どんどんこうやって長編みを編んでいってますね。でこのカーブのところ来た時も変わらずそのまま長編みを編み進めてください。裏返したり方向を変えたりすることなく、そのまま長編みを編み進めていきます。こんな感じですね。よいしょ。でこうやって同じように長編みをぐる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 と編み進めていくと、いつの間にかこんな感じで袋状になっています。でこの端までまた編んでいきますね。最後まであと1目ですね。よいしょ。でここまで来ました。で最後にこの勘違いしやすいところがあるんですよね。今最後まで編んで、もう一つここにこの鎖編みみたいになってるところがあるんですけども、ここは立ち上がり3目のところに引き抜き編みのところなんですね。ここにもありますね。でここを勘違いして長編みを編んでしまうと1目余分に増えて16目じゃなくなっちゃうんですよね。どんどん増えていっちゃうので、ここは引き抜き編みですので長編みを間違えて編まないようにしてください。心配な方はこう16目最初にここの鎖編みした数だけちゃんとあるかなっていう。で最初16目じゃなくて17目編んでますよね。で17目編んでその最後の1目目17目目は立ち上がりの1目と数えていますので、全部では16目分の編み地となります。12345678910 123456116目ですね。なので心配な方は16目あるかどうかで見て分かる方は、ここは引き抜き編みだから長編みは編んじゃいけないんだなっていう。でここまで最後まで来たらまた同じように123目目に立ち上がりの3目目ですね、針を入れて引き抜き編みを編みます。よいしょ。でここが新しくできたこの引き抜き編みの部分となりますね。これを理解した上で編んでいくと間違いが少ないかなと思います。で同じように123立ち上がり3目編んで繰り返して長編みを編んでいきます。では続けて編んでいってください。はい、最後まで編めました。でここを最後つなぎますね。123番目の鎖編み、針を刺して引き抜き編みをします。よいしょ。でこれで筒状のものができましたね。ちょっとこれ伸びちゃってるけど、123456789 123456789同じですね。
ちょっと使っていくとちょっと伸びていくみたいですで、そうしましたら最後紐を通すところのここ上を編んでいきますね。立ち上がり鎖編み2目編んでください。1、2で、そうしましたらひっくり返してもらって、また鎖編み2目編んでください。1、2で、そうしましたらこの立ち上がりで編んだ鎖編みの隣の隣1つ開けて、この3つ目の長編みの上に細編みを編んでください。細編みを編みました。そうしましたら鎖編み2目編み入れて、で1つ長編みを開けて、隣の隣にまた細編みを編みます。でまたさらに鎖編みを2目1、2で1つ飛ばして2つ目に細編み、これを繰り返していってください。で1つ飛ばして細編み、鎖編み2目1つ飛ばして細編みで、こんなような穴が四角くできるように編んでいきます。一つ飛ばしてよいしょ。最後は鎖編み2目編んで、ここの立ち上がりで編んだ2目、全部でここは鎖編み4目ありますが、下から2番目の鎖編みのところに針を入れて引き抜き編みをしてください。よし、これで袋状のところが完成しました。よし、これでもう一回鎖編みをしてハサミで切ってください。で針をよいしょ、糸を引き抜いて、これ糸処理していきます。こちらとこちらですね。では糸処理をしていきます。よいしょ、針に糸を通してよいしょ。でこちらは裏返してもらって、近くの糸にくぐらせます。でなるべくここら辺の長い下ら辺の方に絡めていくといいかなと思いますね。で戻ってもらって、で糸を裂くようによいしょやると絡まって取りにくくなるかなと思います。で糸をよいしょギリギリで切りますね。よいしょ。でこっちの端はこれね、中に入れ込んじゃいます。よいしょ、ここに針を入れて中によいしょ引き出しちゃいますね。そして中の糸をところに絡めて糸処理をしてください。
で戻って、よいしょ、こんな感じですね。で糸端を切る。あ、綺麗にできてますね。じゃあここまでできましたら、最後にここに糸を引っ掛ける紐のところですね。これを編んでいきます。では最後にここの付け紐のところですね。そこを編んでいきたいと思います。で、長さは自由なんですけど、私はこのぐらいがいいかなっていうのを目安作りますね。で、そしたらその長さの 3.5 倍の糸を用意してください。ここから1、2、3、3.5、少し余裕を持って 3.5 としています。で、そうしましたらここから糸を編み始めます。で、この編み方はコード編みって言うんですけども、この親指の下が糸先ですね。で、人差し指に引っ掛けている方を玉の方にしてください。で、ここでまず鎖編みを1目編みます。よいしょ。1目編みました。そうしましたら、この親指の糸先の方ですね。これを手前から奥に糸を引っ掛けます。で、そうしましたら針に糸を引っ掛けてそのまま引き抜く。で、またこの糸先の方を針に手前から引っ掛けて針に糸を引っ掛けて引き抜く。これを繰り返していきます。針に手前から向こう側に糸を引っ掛け、糸を2本一緒に引き抜く。糸を引っ掛けて引き抜く。糸を引っ掛けて引き抜く。これをどんどん繰り返していってください。はい、だいたい編み終わりました。こんな感じでね、こう立体的な紐になっています。で、ここにちょっと合わせてみていいかなっていう。最後ここ肩結びするので、少し余裕を持って長さを作っといてください。で、こんな感じでいいかなっていう長さまで編めましたら、ハサミで糸をちょっと切ってもらって、ね、チョキンと。で、糸を引き抜いてください。で、最後はこのバッテン結びですかね、これ。ギュッと。もう一度。それで糸処理をしていきます。で、もう結んであるので、これは糸端を隠す程度になりますね。この中にちょっと入れ込んで、糸端が目立たないようにこのコードの中に入れ込むという形になります。よいしょ。入らない。
でこうやって入れ込んで途中で出しました。これをこの網糸側は切らないようにギリギリで切ってもらうと糸先もね綺麗な感じで処理ができたかと思います。でそうしましたらこれを一つ一つこんな感じでこう交互になるように入れ込んでってください。最後まで来ました。でこんな感じで一周できましたら端を合わせて肩結びしてください。こんな感じで巾着ポーチができました。引き締めるとこんな感じ。ミニ巾着が完成しました。どうでしょうか。このね下のところ袋にするやり方は結構初心者さんでも簡単にできるんじゃないかなと思います。でこれ1袋1つ作ってできらめきコットンの毛糸1玉分新品を使いましたが1つこれを作って残りはこの程度となります。もう少し大きく作っても1玉分で足りるかと思います。この程度の手のひらサイズの巾着は結構使いやすい大きさなので是非試してみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みどりでした。バイバーイ。